はじめまして、こんにちは、こんばんは、ぽっちばばあです。今回の動画は、大江戸骨董市に出かけた一日をご紹介したいと思います。皆さん、はじめまして。改めまして、私、ぼっちばばあと申します。この動画は、40代アラフィフのソロ活の様子をお伝えする動画となります。主に多分食べることメインになるかなと思うんですけれども、一人で出かけた時の様子とか、感想をお届けできればと思っています。ただですね、有益な情報は多分ないです。個人の感想とその時思い出した黒歴史を語ることがメインとなりそうな自分語り的な動画になりそうです。そんな話聞いてもいいよっていう方は最後までお付き合いいただければ嬉しいです。ではでは。で、この日は良さげな裁縫箱と、あとヨーロッパっぽい平皿なんだろうな、結構いかにもザ・ヨーロッパみたいな、いやどんなお皿だろうとか、そんな、あと食い飲み、あと他にはなんかいいのがあったらそういうのなんか買って帰りたいなと思って大江戸骨董市見に行ってきました。ところで人混みすごいんでお菓子入れなきゃなと思って入れてみたんですけど、まあおかしいですよね。どんだけ下手くそだよみたいな感じなんですけど、まあ新手の手法だって思って見てもらえると嬉しいです。この外れてるとか、なんなら突然このシュッと動く感じとか、もうひどいったらありゃしないって感じなんですけど、まあ、ご愛嬌ということでお願いします。まずはこちらのお店、何度か大江戸骨董市来てるんですけども、ここの店毎回出店してるなって感じなんですけど、まあ、とりあえず私が来るときは結構見るんですけど、洋食器、まあ、北欧系なのかな、そういう食器が多くていつも素敵だなと思いながら物色しています。多分、そうですね、こういう時計あったらいいなって思うんですけど、うちに飾るところないんで、毎回ここで見てボレボレしながら見て終わるっていうのは毎回の日課です。で、確かこの日スープ皿も見たいなと思っていて、で多分この後、ここですね、この辺にそれらしきものはあったので見てたんですけど、ただこれに合うものを作れるかって言われると無理だなと思って諦めてきました。続いてこちらのお店、こちらは日本のほんと骨董市にありそうなものですね。で、塔の顔とかがあって、さっきもちょっと出てきた塔の顔とかおばあちゃん家にありそうっていうの、そういうのは結構あるお店でした。こういう器とかもこういうのとかもなんかうちの親戚のおばあちゃん家にありそうって感じがして懐かしく思いながら見ていました。こういうタッパーとかあるあるみたいに思いながら、あとここはあれですね、銅食器、これ絶対高いよね。この銀食器とか、今私和のものって言ったけど、結構古今東西いろんなの置いてる店でしたね。このタンスとかで、続いてのお店はこちら、多分ご夫婦でやられてるのか、なんかいろいろ買い付けしてこういうのやってるのかなっていうと思うと、めっちゃ羨ましいなって思いながらちょっと覗いてたんですけれども、ここ結構多分ヨーロッパで方に買いに行ってるんじゃないかなって感じでしたね。で、これは多分日本のではなかろう、そんな古いやつではないなって思いながらちょっと覗いてみたりしてました。で、これがちょっとお裁縫箱にしたいなって思ったんですが、まあちょっと使い勝手と、あとちょっとさすがにちょっと年季入ってて裁縫箱入れるには気が引けるかなと思ってちょっと諦めました。で、その下のこのカゴが
うちの母親持ってたなとか思いながら、ちょっと懐かしくなってちょっと開けようと思ったんですけど、うまく開けなくて諦めました。そう、でもここのお店にあるの結構好きなタイプなのが多くて、もうちょっと見てみたかったですね。で、続いてはこちら。こちらのお店は、もう本当にこの茶色の食器。名前なんていうのか知らないけど、なんか、そう、ここでもスープ皿見てますね。そう、こういうのいいなって思いながら見るけど、悩んじゃうんですよね。こういうので揃えられたらいいなと思うけど、でもなーみたいな、どこに置くんだろうとか、いろいろ考えると、毎回見て終わっちゃう。そう、あとこの卵置きとかも、日本じゃないなって感じですよね。いや、ちょっと端っこの方に映ってる着物着てるの外国の方なんですけど、なんかもうお江戸国統一何回乗ってるのか知らないけど、海外の人が多くて、結構日本人より海外の人が多かったです。まあ、一旦大江戸骨董市はこの辺までです。続いてお昼を食べに、こんなちょっと洋食屋さんに行ってみました。いかにもザギンっていう感じの店に来たくて、いろいろ調べて入りやすそうなお店を選んでこちらにしました。頼んだのはこちら。サーモンとほうれん草のクリームサラダ、クリームパスタ。美味しくいただきました。ご飯も食べて満足した後は、ずっと行きたいと思っていたところに行ってきました。やってきたのはこちら。銀座6の中にある、さらにこちら。これです。これを飲みたくてここにやってきました。見てください、このクリーム。なかなか濃厚で美味しかったです。やってきた回あったーって感じでした。飲み終わって帰ろうと思ったら、その隣でこういうワインの展示をやっていたので、ちょっと覗いてきました。ムートンのスチャイルド、シャトームートンのスチャイルド、ちょっとかじったぐらいなんでよくわかってないんですけど、ここが毎年、フルボトルだけだったのかな、なんかこのラベルが毎年違うのを出すっていうので、それが全部コンプリートされた状態で展示されてたので、これは珍しいと思って、とりあえず写してきました。もう全く、どれがいつのものとか、わかんないんだけど、まあ、記念に撮ったよって感じです。こういうのわかるようになりたいもんですけどね。では、購入品を紹介しようと思います。まずはレトロボタン。カットミちゃん撮影 NG ということで紹介できないんですけれども、今回買ったのはこのレトロなボタンなんですけれども、他にもヨーロッパから買い付けしてきたようなボタンとか、あと子供の頃はカーディガンで使われてたようなボタンとかいっぱいあって、見てるだけでも楽しかったです。で、このボタンをピアスにしてもいいかなと思って買ったんですけれども、これ足つきなんですよね。この足つきボタンだと足の部分削らないといけないみたいで、ちょっと私には面倒な作業だなって思うので、普通に黒のカーディガンにボタンを付け替えて使おうかなと考えています。続いてはこちら。こちらも買ったお店、映してません。で、開けてみますと、じゃん。今回買いたかったおちょこ買いました。で、こちらは中国の白磁、白に時期の字って書いて、
どういうものかちょっとわからないんですけれども、有名なものだよって店長さんに教えてもらいました。で、ちょっと私、縁をチェックするのが好きなので、このようになでなでし始めます。で、こちらの包装紙なんですけれども、ただの包装紙かなと思ったら、阪神直筆で書かれたもののようで、すごい達筆な文字が並んでいました。おそらくインバウンド用かなと思います。私には読めれませんでした。ここまで見ていただきありがとうございました。また次の動画も見てくださいね。バイバーイ。